YouTube をご覧の皆さん、はじめまして。ジャパンスネークセンターの水木と申します。今回は記念すべき1本目の動画ということで、ジャパンスネークセンターの園内をご案内させていただこうと思います。まずはじめは熱帯ヘビ類温室ですが、ここには世界最大級のヘビが展示をされています。今回の動画はあくまでもご紹介なので、説明はかなりざっくりとした簡単なものになっております。とは言っても、ただ施設のご紹介だけをしても面白くないので、少しだけヘビのご紹介もさせていただきます。アミメニシキヘビは世界一の長さを持つヘビで、大きなものだと8メートルにまで成長します。こちらのオオアナコンダは世界一の重さを持つヘビで、大きなものだと100キロを超えます。さて、では次の施設に向かいましょう。階段を登った先に見えてくるのは採読室です。イベントハブの採読が行われる場所でもあります。そして少し分かりづらいのですが、廊下の奥には私たちが身近に見ることができる日本のヘビたちを展示しております。次の施設は標本や模型がたくさんある資料館になります。オオアナコンダの全身骨格をはじめとする大小さまざまな標本や模型がたくさん展示をされています。古いものから新しいものまでかなりの数が展示をされており、中には貴重なものも数多くあります。その中でも特に人気が高いのが大型のヘビの骨格標本です。一番人気はキングコブラの全身骨格ですが、本物はぜひ生でご覧ください。資料館を出て下った先にはニホンマムシの野外飼育場があります。春から秋の暖かい季節にはここで自然の姿に近いマムシの状態を観察することができます。それでは次は大ジャン温室に行ってみましょう。途中には白田観音やケズメリクガメの放飼場があります。この白蛇様の像は隠れた人気スポットでもあります。先ほどのマムシと同じように青大将の野外飼育場もあります。今回はお見せいたしませんが、お越しの際はぜひ白田観音様もご覧ください。そしてようやくお待ちかねの大ジャン温室に到着です。この中では独特な雰囲気の中で大きなヘビが展示されています。ジャパンスネークセンターのツイッターで少し話題になったワニガメもここ大ジャン温室にいます。今回も1種類だけヘビを紹介させていただきます。アフリカニシキヘビはケニアなどの乾燥した地域に住むアフリカ最大のヘビです。野生では気性が荒く獰猛な種類ですが、うちで展示されているこの子はとても臆病な性格です。さて、それでは最後の温室、毒ヘビ温室に向かうとしましょう。とその前に、当センターが研究として使っているマムシの実験スペースがあります。ここでは現在、タンビマムシという外国の毒ヘビを使って実験をしています。そして最後の温室、毒ヘビ温室に到着です。毒ヘビ温室という名前の通り、中にはたくさんの毒ヘビが展示されています。特別イベントのヘビのお食事はここで行われます。さて皆さん、お待たせいたしました。ここが最後の温室になりますので、ここから先は少し長めにヘビの映像をお届けしたいと思います。展示されている毒ヘビはキングコブラのような有名な種類もいれば、アメリカマムシやフィールドツノクサリヘビなどのようなあまり知られていないような種類も展示されています。それでは最後にバックヤードからの映像を使ってヘビの解説をしていきましょう。最初はかなり変わった見た目をしているセイブブッシュバイパーからスタートです。鎖ヘビの仲間では珍しく木の上で生活をするタイプで、このヘビには変わった点が他にも多いため、また改めて解説をしたいと思います。次はなんとも不思議な顔をしている大きな毒ヘビです。ハナナガコブラは全長が3メートルほどになるコブラの仲間で、かなり強い毒を持つ毒ヘビです。
日本ではかなり珍しい毒蛇で、展示をしているのはおそらくうちだけだと思います。あまり情報がない蛇でもありますが、性格は意外にもおとなしいです。それでは最後は迫力のある映像をお届けしたいと思います。ぜひ映像だけでなく音にも注目してご覧ください。皆さん、顔がどこだかわかるでしょうか。西部ガボンアダーはアフリカに住む非常に強い毒を持った毒蛇です。非常に奇抜な姿形をしていますが、自然の中ではこの色や模様が保護色となります。また危険を感じた場合は噴気音という音を立てて威嚇をします。展示されている蛇の紹介はこれで以上になりますが、温室の中には他にも様々な資料が展示されています。ここが最後の紹介になりますが、うちの名物でもあるシマヘビ放飼場があります。暖かい季節にはたくさんのシマヘビを観察することができる人気のスポットです。 YouTube をご覧の皆様には特別に一番の観察スポットをお教えしておきます。今回のご紹介はこちらで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。